こんばんは。夜のひととき、いかがお過ごしでしょうか。窓の外はもうすっかり夜の色に染まっていますね。こんな静かな夜には、心に寄り添ってくれるような音楽がことのほか愛おしく感じられます。この番組は普段の耳から学ぶとはちょっと離れた雑談です。私が興味を持ったものの感想をつらつらおしゃべりする番組です。ふと隙間が空いたような夜のお時間にちょっとだけお付き合いいただければ嬉しいです。今夜は最近私が繰り返し耳を傾けている1枚のアルバムについて少しゆったりとお話しさせていただこうかなと思っています。それは星野源さんの6枚目のオリジナルアルバムでは、もう手に取られた方もたくさんいらっしゃるかもしれませんね。2018年にリリースされたポップウイルスからおよそ6年半、本当に長い時間を経て私たちのもとに届けられたこの作品。もちろん発表されてすぐに聴き始めたのですが、先日星野さんご自身がパーソナリティを務める日本放送の深夜ラジオ番組星野源のオールナイトニッポンでこのアルバムの制作背景についてとても深く、そして正直に語られていたのを耳にして、ああ、この音楽はこういう思いの中から生まれてきたのかと改めて胸がいっぱいになったんです。そしてもう一度丁寧にこのアルバムと向き合いたい、そんな気持ちにさせられました。あの日の星野さんの言葉は単にヒット作の裏話というようなものではなくて、彼がこの長い年月音楽家として、いえ一人の人間としてどれほど深く自分自身と、そして音楽という存在と対話し続けてきたのか、その静かでも確かな歩みが伝わってくるような、そんな時間でした。聞き終えた後、しばらく言葉が出なかったほどです。特に私の心に深く刻まれたのは、やはりコロナ禍という大きな出来事が彼の音楽制作に与えた影響の大きさでした。私たち誰もが日常の形を変えざるを得なかったあの時期、星野さんもまた音楽との向き合い方を根本から見つめ直すことになったそうです。これまでのようにバンドメンバーと顔を合わせてスタジオで音を出し合いながら曲を形にしていく、そんな彼にとって当たり前だった風景がある日突然難しくなってしまった。その中で彼は改めてダウと組み合った。ダウとはデジタルオーディオワークステーション、つまりパソコンを中心とした音楽制作システムです。これとまるで1対1で向き合うように、よりパーソナルで自分の考えや行動などを深く顧みる、いわゆる内省的な作曲スタイルへと移行していったと語っていました。想像してみてください。たった一人部屋にこもって目の前の機材と、そして自分自身の内側から湧き上がる音のかけらとひたすら対話し続ける日々。それは途方もない集中力と、そしておそらく大きな孤独感を伴う作業だったのではないでしょうか。でも星野さんはその時間を作曲方法を一から見直す良い機会になったと、とても静かにでも力強く語っていました。そしてここからが本当に驚くべきことなのですが、彼はその過程で楽曲を生み出す技術、スキルそのものをまるでリアルタイムでアップデートし続けるかのように向上させていったというのです。完成された技術をもとに曲を作るのではなく、曲を作りながらその曲に求められる表現を追求する中で、自分自身もまた成長していく。まさに星野さんの言葉を借りれば、スキルと楽曲の共鳴進化、音楽と作り手が互いに影響を与え合い、共に高め合っていくという美しい循環がそこにはあったのです。だからこの「弦」というアルバムに収められた楽曲たちは、一つ一つがそんな星野さんの音楽的な旅路の確かな足跡そのものなんです。彼はこんな風にも表現していました。曲を作り、それを育てて完成させる過程で自身のスキルがさらに向上しました。だから以前はこれで完成かなと思っていた楽曲も、後になっていやまだやれることがある、
もっとこういう響きにできるはずだと気づき、さらに手を加えていく。そうして本当に納得のいくまで育ちきった楽曲たちが集まって、ようやくアルバムが完成したのですと。この育ちきったという言葉の響き、まるで大切に慈しむように音楽に触れてきた星野さんの体温が伝わってくるようです。6年5ヶ月という歳月、それはただ時間が過ぎるのを待っていたわけでは決してない。星野さんは、もし以前と同じ作り方をしていたら、3年前にはアルバムは出せていたと思うともおっしゃっていました。この言葉の奥には、当初見据えていたゴールのはるか先まで、新しい音楽制作の手法と出会い、日々進化していく自分自身の可能性を信じて、それを惜しみなく楽曲たちに注ぎ込み続けた、その揺るぎない信念と音楽への深い愛情が感じられます。一度は完成に近いと思った曲でさえ、その後の自身の音楽的成長によって新たな光が当てられ、より豊かな表情を帯びていく。ある曲で得た発見や技術が次の曲へと受け継がれるだけでなく、時には以前の曲にまで遡って新たな命を吹き込む。それはまるで星野さんと楽曲たちが長い時間をかけて親密な対話を重ねているような、そんな有機的なプロセスだったのではないでしょうか。楽曲がただの音の連なりではなく、まるで意志を持った生き物のように作り手と共に成長し、最終的に育ちきる。この表現以上にこのアルバムの本質を捉えた言葉はないように思います。そしてこれほどまでに深く音楽を探求し続ける原動力が何だったのか。星野さんはこの新しい作曲方法への挑戦をめちゃくちゃ面白かったと、本当に心からの言葉で語っていました。困難な状況の中にあっても、その先に待つ新しい音、新しい表現への尽きない好奇心と純粋な面白さ、それこそが彼を突き動かし、私たちリスナーの心を打つ。これほどまでに豊かな音楽を生み出す力になったのでしょう。だからこそ、この弦というアルバムは、外部の評価や流行とは無縁の星野源という人間の内面、彼の音楽的な魂がそのまま生き写しになったような温かく、そして深い作品として私たちの前に現れたのだと感じています。アルバムには創造、不思議、喜劇、ユリイカといったすでに私たちの心に馴染んだシングルたちに加え、マッドホープフューチャリングルイス・コール、サム・ゲンデル、サム・ウィルクスのようなアルバムで初めてその全貌を表す楽曲も数多く収められていて、全16曲、どの曲も本当に細部までこだわり抜かれていて、聴くたびに新しい発見があります。ヘッドホンでじっくりと音の層を感じるのも良いですし、部屋で静かに流してその空気に身を委ねるのもまた心地よい時間です。この「弦」という作品は完成された楽曲の集大成であると同時に、星野源という一人の音楽家がいかに誠実に自己のスキルと向き合い、それを更新し続けながら音楽を紡ぎ出してきたか、その進化の軌跡そのものを私たちに静かに見せてくれているようです。そしてこの進化した音楽たちが今月2025年5月から始まる全国ツアー弦星のプレゼンツマッドホープでどのようにライブ空間で響き渡るのか、想像するだけで胸が高鳴りますね。きっとまた新たな感動が待っていることでしょう。音楽は時に言葉以上に多くのことを伝えてくれる不思議な力を持っています。作り手の深い思いや試行錯誤の道のり、そして見つけた喜び、そういったものが音の中に溶け込んで私たちの心に直接触れてくる。星野源さんのこの「弦」というアルバムはまさにそんな音楽の魔法を改めて感じさせてくれる一枚です。今夜は星野源さんのニューアルバム「弦」についてお話しさせていただきました。もしよろしければ皆さんもこのアルバムを手に取ってその音の世界にゆっくりと浸ってみてください。きっとあなたの心にも何か温かいものが灯るはずです。それではこの後もあなたにとって穏やかな夜でありますように。また次回
気まぐれに雑談をお届けします。この静かな時間にお会いしましょう。おやすみなさい。